にちは。今回は時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん第6話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。新ヒロイン誰や？サード幼なじみ。この子は何語喋るんだね。この子のキャラでは俺に刺さる。ロングヘアのキャラが多いの作者の好みか。カロリー摂取に余念がないな。パフェとクリームソーダはやべえ。予備選いるくらいに候補者いるのね。言うほどそんな真面目に生徒会長を選ぼうとしてる生徒いっぱいいるか。アーリャさんさ、選挙より男の方に夢中である。ファミレスならそこまで辛いの出さないよな。ロシア人は辛いのダメなのか。暑い地方の食文化だしな。だが寒い韓国では辛いの好きだしな。あそこは飛び地なのぞ。北京の食文化は旨味文化なのに。食材が腐りやすいからってのもあるな。だから辛さでごまかす。ロシアはそういう心配ないからな。鷹の爪ってそこまで辛くないはずだが。お尻が壊れちゃうね。唐辛子は問わなくてええやろ。言うて日本人のがあんまり辛いの得意じゃないよね。香辛料あんま使わないし。温帯や熱帯なのに例外的に辛いものがそんなにない。水がいいから大量に水使えば食い物の臭みとか洗い流せちゃうのよ。この主人公ロシア語理解できるの？いい加減白状しないの失礼すぎるだろ。罪悪感ないのか。話が終わっちゃう。アーリャがロシア語喋った。あなた以外にこんなことしないわよでやられた。やっぱりロシデレはロシデレがないとな。ユキは小悪魔ポジなのか。ユキちゃんのおかげで距離が物理的に縮まって嬉しいね。アーリア可愛かった。関節ディープキスってなんだよ、初耳だよ。まさちかの脳内悪魔がユキなの笑った。実舞ちゃんのオーリオに笑った。アーリャさんはぐぬぬってなってる時がいいな。地味に会長の声いいな。ナギの明日からの水陸両用イケメンな声だからさ。イケボの無駄遣いだわ。恋愛面もだんだん味がしてきたんじゃないの。早く会長、副会長になってどうぞ。アーリャさんめっちゃ甘党だな。ロシでレトレンド来たな。っていうかユキちゃんじゃねえか。それでも俺はアーリャさんが好き。このアニメ兄弟でバカやってる時と妹がアーリャさんいじってる時が一番面白い。なので会長選は妹に投票します。妹のキャラが一番立ってるな。まさちか愛してるはすごい。兄に気がある女の子も攻めるんかい。まあ負けん気の強いアーリャにはちょうど良い後押しになるかもしれんけど、主人公は会長が元デブだったの知らなかったのに、会長の選挙戦でのサクセスストーリーは知ってるのか。図書室でも行けば当時の新聞は保管されてるから後から調べるくらいわけないんで。ユキ、私は誰よりもまさちかくんを愛しています。どや、もうアーリャに勝ち目ないだろ。家族愛のことだとしてもこの年齢の兄弟でこれはちょっと怖い。あれ、まさちかってアーリャの乙女心をもてあそぐ悪い男。そういうとこやぞアーリャ。マーシャ本格参戦はいつから？天使お姉ちゃんかわいい。2期がどうのこうの言われるけど2期あるのか。海外含め配信好調ってのもあるが、原作が大重版してて宣伝の役割果たしてるからやらない理由がない。やっぱりアニメは良いな。今回のヒロイン度はマーシャ 50%、アーリャ 30%、ユキ 20% という感想。アーリャのロシア語では姉に聞こえてるの。全部筒抜けならカゼラブなのもバレバレなんやろな。姉の前での発言だけならのろけじゃないとアーリャ当人だけは思ってる。ラブコメだし金持ち設定生徒会は別にいい。ただアーリャの色ボケポンコツはわかるんだけど、マサーチカの心情が今一つ腑に落ちないとこあるな。惚れてるわけではないのにロシア語デレがダダ漏れのアーリャに肩入れする理由が弱いというか、惚れてないならむしろそういう女とは距離を置くんじゃないのって思ってしまう。妹の愛してる発言、嘘は吐いてないよって悪い顔してたけど、家族としてでも兄に対して愛してるって言える兄弟仲は重いな。問い詰めのとこ、
しばしば声が実舞モードになるのが芸駒だな。ユキの親よりマサチカを愛してるとか、マサチカに、お兄ちゃんは私のことめちゃくちゃ好きだもんね発言見てると、共に親に振り回された者同士、実家は別々になっても兄弟愛以上の運命共同体みたいな変え難い絆を感じるな。ユキは本当に援護射撃するだけで嬉しいんか、と思ってたけど昔の兄が好きなんだね。ゆきちゃんそら本当は寂しいよね。それでアーリャたちを後押ししてるの泣けますよ。ユキちゃんの感情と思惑めっちゃ深いんやな。ユキがあんなにまっすぐ宣戦布告するとは、これからのバトルに期待しかない。今回も妹が一番可愛かった。新キャラもいいね。マーシャ、ふわふわしてたらマサチカ取られるぞ。お前も宣戦布告するんだよ。アネーシャにはもっと頑張っていただきたい。マーシャもうちょっと突っ込まないかな。昔ロシア人のことでも遊んだことあるのかしらって。デフォルメの天使と悪魔可愛すぎるだろう。生徒会レベル高えな。綾乃好きだから次回以降ががぜん楽しみ。愛しているとはっきり伝えるユキに対してアーリャは渡さないから、ある意味宣戦布告。その後は安だったり、久しぶりにロシア語でのデレが満載だったり、5話でユキに取られた人気を取り返さんとばかりの可愛い攻撃が、私はやはりアーリャさん推しです。キリ。多分辛いのが苦手は最後までいじられるネタだろう。兄以外には容赦のない妹。これから生徒会選挙を中心とした話になっていくのね。対抗馬である綾乃はマサチカと因縁ありそうだし、前回ロシア語で出れなかった分、関節キスとド直球なネタをぶっ込んできたな。ユキの悪魔のささやきによって惑わされるアーリャとマサチか。こいつ強すぎないか。完全にやきもち焼いてストローを噛んじゃうアーリャさんは可愛い。そして普通に悪魔ユキに流されるマサチカもわかっとるわ。笑い。好きと言わず渡さないからと語るアーギャ。あんをしてくるアーギャ。辛さに悶絶するアーギャ。どんな時も彼女特有の意地が入り込むのが可愛い笑い。終始ニヤニヤな一話。そして新たな波乱の予感が飽きさせないね。楽しみだ。ラスボスのごとく、やりたい放題のユキが可愛いし最高。アーリャに対し、マサチカのことを愛しているとはっきり言うのは効果抜群すぎるでしょう。ファミレスでのアーリャのあなた以外にはしないわよもよかったな。登場キャラも増えてきたし、この先も面白くなりそう。いや意識しまくりなアーリャさんで、ロシア語デレが絶好調じゃった。個人的 MVP はもっと褒めて。ユキの愛してるは本心からの言葉だろう。おそらく反応も楽しんでいたが、マサチカも悪魔によるあたりが兄弟そっくり。涙目アーリャが可愛いのは事実だから仕方ないね。ユキさん悪い顔しとんな。選挙そっちのけで面白顔してるアーリャさん。そして二人が百面相して戦ってる間に距離詰めてるマーシャさんよ。綾乃さんが来たよ。これで生徒会が揃って、いよいよ選挙戦スタート。からかい上手のユキさん。悪い顔、良い顔してとことんアーリャをからかう小悪魔ユキ。兄弟として愛しているユキ VS 好きと伝えるまで渡さないアーリア。その反動か今宵はロシア語で出れる回数が多くてこちらは無事と落とし、綾乃ちゃんのマサチカ様呼びが少々気になるところ。ユキの宣戦布告。この妹の分かったあれで場をかき回してくる感じが大好き。改めてヒロインの一人で、幼馴染で、実前で、物語のトリックスターとして最高のキャラだな。アーリャとの本編はベタなツンデレラブコメの中、周辺キャラがアクセントとなっているのがうまいね。新キャラも楽しみ。いつも幼馴染の設定守り通してるけど、ユキはもうアーリャには正体明かしても良いんじゃん。いつか盛大に種明かししてほしいな。生徒会での日常、活動もどんどん本格化していきそうだけど、また重要そうなキャラが。ユキも性格悪いわ。アーリャさんのことかなり挑発してるね。前回ロシア語がなかった分、今回はロシア語多めだった。デレてるアーリャさんこそが思考。君島綾乃という新キャラ、ユキにつく副会長候補になるのかなも登場し、生徒会長選挙への動きが本格的になってきたかな。バチバチの恋と選挙戦すべて分かった上で挑発するユキ。
物語をかき乱す存在で面白いですね。二人っきりのファミレスや間接キス、ベタな展開ですが、一つ一つの行動に動揺するアーリャさんが可愛い。選挙戦でどう雪に勝つか、アーリャを支持されるシナリオをどう作るのか。実刑をまさちかくんと呼び、この世の誰よりも愛してると言ってのける雪の心情は正直理解できないけど、心をかき乱されて、思わぬ嫉妬やデレを見せるアーリャが可愛いのでもっと煽ってほしい。そしてまさちかと因縁がありそうな綾野の登場に、新たな波乱の予感がして続きが楽しみ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。